ミニボトルのモデリングについて、最後の動画になりました。最後にキャップ部分の作成に入ります。キャップ部のネジはメスネジになりますが、手順としては、先ほどと同様にオスネジ形状を作成した後に、切り抜く方法をとります。最初に前回の動画と同様に、ネジ形状の作成をしますが、手順はサイズが一部異なるだけで同じになります。参考のため、概要欄にタイムスタンプを掲載しておりますので、ご覧ください。それでは、始めます。まず前回までで作成した本体部分は、アイマークをクリックして一旦見えなくします。プリミティブを作成します。螺旋を作成します。ピッチと高さはネジのピッチに合わせます。半径は、ボトル本体の動画で作成したネジ部では、8.5mm でしたが、約 5% ほど余裕を見て 8.9mm とします。作成キーを押し、閉じます。スケッチを作成します。方向は XZ 平面とします。外部ジオメトリの作成をします。螺旋の視点からポリラインで二等辺三角形を作図します。三角形の底辺に垂直高速を設定します。頂点を挟む辺に等値高速を設定します。2辺を選択して E キー。底辺の長さは作成するネジのピッチに合わせます。底辺を選択し D キー。長さ 2mm とします。ネジ山の深さを設定します。2点を選択し、水平距離高速を設定します。L キー。ここでは 1mm とします。閉じます。スイープ。先ほど作成した三角形の形状を選択。スイープ経路をクリック。経路として螺旋のラインをクリックします。終了し、ソリッド作成、フレネはチェックありとします。OK。ちょうど1回転した螺旋形状が作図されます。一旦形状は見えなくしておきます。次に再び、プリミティブの作成をします。円を作成します。半径は、先ほどの螺旋形状の半径より大きい数字に、ここでは 15mm とします。作成して閉じます。シェイプビルダーをクリックします。エッジから面へを選択し、右側画面で円形状をクリックします。作成をクリックすると、円形状の平面が作成されます。次に先ほど見えなくしていたスイープを再表示します。円は見えなくします。円平面とスイープ形状の順に複数のプロファイルを選択します。パートメニューからスプリット。スライス分割を選択します。分割された一番外側の形状を選択し、スペースキーで見えなくします。同様に、次の外側の形状も見えなくします。最後にネジを輪切りにした断面の形状が残ります。次に、再度プリミティブの作成を行います。
螺旋形状を作成します。ピッチはネジ山のピッチと同じ 2mm。高さは作成したいネジの長さ、今回は 25mm とします。半径はネジの半径で 8.9mm。作成して閉じます。ドラフトワークベンチに切り替えます。グリッドは消去します。エクスプローデッドスライスの矢印をクリックして展開し、スライス2を選択し、クローンを作成します。コピー元の円形状は見えなくし、クローンプロファイルを選択します。ダウングレードし、平面形状からワイヤー形状に変換します。パートワークベンチへ戻ります。これで準備完了です。最後にスイープを実行します。ワイヤーを選択、スイープ経路に螺旋形状を選択します。終了をクリック。ソリッド作成、フレネオプションはチェックします。OK でネジ形状が作成されました。ネジ形状は一旦見えなくしておきます。次にキャップ本体の形状を作成します。スケッチを作成します。XY 平面上に円を描きます。直径は 19mm とします。閉じます。押し出します。長さは順方向に 22mm とします。円柱形状が作成されました。ここで先ほど作成したネジ形状を表示してみます。突き抜けていますので、円柱形状を移動します。データタブのプレイスメントを展開し、1の Z で 4mm とします。キーボードで V、T と押すと透けて見えます。ちょうどいい感じです。再度 V、T で元に戻しておきます。それではキャップ本体とネジ形状をコントロールキーを押しながら順に選択し、切り取りをクリックします。
キャップ内側にネジが切られていますが、ねじ込みやすくするために少し工夫を加えます。再度一旦キャップは見えなくしておきます。スケッチを作成します。XY 平面上に円を描きます。直径は 18mm とします。閉じます。押し出します。長さは順方向に 9mm とします。キャップ本体を再表示します。脚本体と先ほど作成した形状をコントロールキーを押しながら順に選択し、切り取りします。次にキャップ上部のエッジを選択し、フィレットをかけます。半径は 1mm とします。キャップの完成です。名称をキャップに変更しておきます。最後に所定の位置まで移動させて、ボトルの本体を表示します。キャップをクリックし、データタブのプレイスメント、位置を展開し、Z に 60mm と入力します。本体を表示させます。これでミニボトル作成の動画はすべて終了です。最後までご覧いただき、大変ありがとうございました。よろしければ登録よろしくお願いします。